です。どうもこんにちは。いつも強化された機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回は前半戦1月28日に強化された DJ、後半戦2月25日に強化された DJ3R 使っていくよ。遅い、捕まえたり、今した格闘を入れなかったのは、無敵を与えて味方強襲機が攻撃できなくなるのを防ぐためでしたが、味方強襲機は後ろで捕まってましたね。結果論ですが寝かしてよかったな。DJ はアーマー値が1000強化され、クレイバズーカ3弾の弾数も1増加。そして見るがいい。これが DJ の強み。はい、ダッシュ中の即よろけ射撃感は、スキルマニューバーアーマーを持っている機体も3弾で止めることができるんですねアーマー増加も嬉しいですが、3弾のマガジンが少なく、息切れしやすかったので、3弾の弾数増加も継続戦闘力が高まり、非常に嬉しい強化。おばししてしまいましたが強襲機 R ジャジャを逃がしたくない。よし、N 角よろけはめがいい感じに刺さりましたね。追撃からの流れるようなふわっと射撃。着地硬直をした格闘でキャンセル。足滑らせふわっと射撃と着地硬直キャンセル格闘はめちゃ使えるテクニックなので、初心者の方などもぜひ覚えて帰ってね。初動のウェーブは解消ですね。DJ はマニューバーアーマーを狩ることが得意な機体ですが、なんと己自身もマニューバーアーマーを携えており、おめえのマニューバーは許さねえけど Y はマニューバーするでみたいな機体。足回りもなかなか良く、防御面も対格闘、対ビームよりで現状のバトーペ環境に合致。またヒットボックスは大きめなものの、ダメージをカットする脚部特殊干渉剤、ハイブバインダー特殊干渉剤でそこそこカットするので、耐久面も問題なし。ここまできっと強すぎはロタな DJ なんですが、弱点として中距離戦で息切れしやすいビームしか撃てないこと、また総合火力が低いことが弱点。とんでもねえ乱戦会場になってまいりました。ここフレンドリーファイアしそうだったので N 格闘で止めました。寝かせるのが仕事、行くぜ近い、思ったより近かった。さて、この DJ なんですが、私は弱いとは思っていなかったので、強化マジでいいのそう思いましたが、一戦実際に戦場に出て納得しました。DJ が弱いんじゃなくて、ドライ戦が強すぎるので強化もやむなし、という事実に、ドライ戦はドラニウム合金で走行がもうカッチカチの勝ち、その上ダウン格闘持ちで枚数有利を作る上、火力まで高い完全無欠の機体、ドライ戦と殴り合うならまあ DJ も強化必要ですわなといったところ、対面は支援機ですが、はい、撃たせて狩ります。射撃後はクールタイムが発生するので、特にチャージ射撃機体などには撃たせて狩るは非常に効果的なんじゃないでしょうか。先ほどからスラスターの吹き返し、スキル強制噴射に何度も助けられております。初心者の頃はこんなもん燃費悪いだけと思っていました懺悔します。とどろけジャブカウンター。忘れてました。カウンターが弱なのも弱点。とはいえ最速ならなぎなた N 下は普通に入りますね。なぎなたの特徴として、リーチが短いですが切り替えが早いので、下格闘が確定しやすいというメリットがありますね。合間にビームを挟み込んで火力を向上させるのは、ビームライフル機体の特権。何か今ドライ戦から図が出てきましたが、ちょっと相手する余裕ないかも。処理できませんでしたが5000超パーセント拠点爆破に来てると思うので、歩兵で出撃。感じるぞ、くせ者の気配。俺たちのマチルダさんをやらせるなあ。シナバもろともアタック成功しました。拠点爆破されたら3000近いポイント持ってかれるので、拠点爆破は非常に強力。行為、DJ。前線は支えないといけない。巨爆は解除しないといけない。忙しいゲームやでほんま。知り合いの人と話してて思ったんですけど、このゲーム目の前の敵はもちろん、右上のレーダー、左上の味方の体力状況、上のスコア状況、己の弾数管理にスラスター管理、エースマッチならさらに時間管理や体力管理、エースの状況把握も加わり、めっちゃ見ることと考えること多いですよね。男性は構造上複数のことを考えるのが苦手らしいので、極めに極めれば女性の方が強い説あるんじゃないでしょうか。アイラゆる気あいねんみたいなプレイヤーの爆誕が待ち望まれる。枚数有利なので一気に攻めようのチャットを出しました。攻めるとは、こういうことだ。
無敵時間に甘いし者どもを駆逐するマップハークランニング。下に降りたと思った残念真後ろでした。やはり機動力のある機体はプレイヤーの期待に応えてくれるので楽しいですね。いてて、あ、ちょっとやばいかも。ナイスカットです。カットされてなかったらビーム連打食らってたかもしれない。おっとここで敵プレイヤーが一人離脱しました。もはや勝ち確。始めるか俺たちの処刑ショー。寝かせてさらに枚数有利。それでも、マニューバー対マニューバー、無敵時間切れを新聞たがわぬタイミングで射撃マニューバーする両者。この距離でお互い当ててるのにお互いマニューバー発動させてるのすごくないですか。敵ながら賞賛です。貴様とは違う形で出会いたかったな。だが、その首はいただいていく。硬すぎまさか落とせないとは思わなかったのでここで謎のタックルを出してしまいました。ああここまでのプレイが台無しだよ。本当はタックルでとどめ取ろうとしたんですが、スラスターキャンセルを後ろではなく前にしていれば刺さっていたかもですね。ちなみに先ほどの敵兵カットインは書き下ろしていただいたものとなっております。敵にもちゃんと用意する気遣いプライスレス。さて、拠点を物理的にボコりましょうか。こういう時にこのコスト帯ならミサイルサイサリスかバウがいれば、びっくりするぐらい早く解けますね。そういう点でもバウの価値は高いと感じる。それいいのかい拠点壊しちゃうよ。機動性があり楽しいディジェですが、なんと SER はこれをはるかに超える機動性。オラワクワクすっぞ。お、湧いてきましたね。ここが貴様らの墓場だ。マニューバー狩り。が、ダメ、カス当たりでした。ショットガンと同じくしっかり照準に収めないとよろけは取れませんね。今回結構いい感じにディジェを扱えてるとは思いますが、強襲をぶちのめすというお仕事を普通に出念しておりました。そして思い出したように R ジャジャをボコりに来ましたが、行くぜマニューバー突貫。バックスラスターミサイルからの緊急回避吐かせてかり、いやーしっかり対策されました。はい、ディジェでした。カットや枚数有利を作り強襲機とマニューバー機をボコれる機体。結構好き、DJSER へ続く。スラスターお化け、DJSER、出る。はい、コスト600戦ベーシック砂漠やっていきましょう。DJSER が受けた評価はスキル格闘姿勢制御の付与。これだけ、なんですが今まで DJSER 結構使ってた人ならわかると思う。これがめちゃくちゃ恩恵がでかい。スキル格闘姿勢制御は格闘攻撃中に即よろけ射撃を緩和する、マニューバーアーマーの格闘版みたいなもの。これがあることにより、カットされる場面が激減したんですねビームライフルからの下格闘、なんですがこれビームライフルと下格闘ともにフレンドリーファイヤー、芸能人だったら謝罪会見ものでした。メインはバズーカとビームライフルから選択でき、爆風と蓄積よろけのバズーカ、取り回しのビームライフルという感じ。下格闘の補正が 100% 温暖という高火力に加え、間にビームライフルを挟むことで、200% 格闘ビームライフルに 100% 格闘という鬼コンボが成立。そういう兼ね合いもあるので私はビームライフルの方が好きですが、まあステージによって変えますかね。ビームライフル2丁持ちならこのようにビームライフルから入ったのに、間にまたビームライフルを撃つことが可能。もう一本ビームライフル持ってくれたら僕の考えた最強のディジェが誕生するんじゃないでしょうか。DJSER は起動性能がとにかく高く、中でも85という大容量スラスター量と高い旋回性能が、敵を翻弄するアグレッシブな操作が可能。カウンターもディジェと違い強カウンター。ダメージをカットする着部特殊干渉剤はレベル2。さらに片部特殊干渉剤と背部バインダー特殊干渉剤も持ち合わせますが、スのアーマー値が1万7000と高くないこと、対格闘補正が低いこと、また、
スキル緊急回避を保有していないため、よろけはめされやすいこと。一瞬で蓄積よろけを貯める術がないため、当然ウルフが苦手なことが弱点ですね。もちろんバズーカからバルカンである程度蓄積よろけは取れるので、対同源能力はバズーカの方が高いと言えるんじゃないでしょうか。孤立してますね。ここで確実に仕留めましょう。さて、この砂漠ステージですが基本的には中央の高台が有利。敵がリスポーン合わせしてくるなら高台で待ち構えるのが定石ですが、このように単リスしているなら狩るべきだと思いますね。気づいてる人は気づいておられるかと思いますが、先ほどからマニューバーを活かして打たせて格闘や、強制噴射とマニューバーを組み合わせてゴリゴリにスキルで押し込んでいますね。ここだ。あっやばい。ビームライフルがどっちも打ち止めです。ビームライフルステンバイ。ビームライフルステンバイ。今だ。バックショットドロップターン。リロードしてなかったバルカンからのオーバーブースト点火。スキルオーバーブーストは10秒間スラスター容量が無制限になる究極のスキル。しかしながら10秒後はクソデカよろけリアクションと重度のオーバーヒートになるため、諸刃の剣とも言えるスキル。1日3回しか撃てないレイガンとか、使用すると寿命を大きく削るエンペラータイムとか、なぜ制限付き能力には魅力を感じてしまうのか、その謎を探るべく砂漠の奥地に向かいたいと思います。右側で味方が孤立してますね。援護に向かいましょう。2対2か。GGGP バトーペエクストリーム大会岡山予選始まってまいりました。相方はガーベラテトラ、よろしくお願いします。あっとここでまさかの敵が1機増えました。大会ルールを無視した横暴な立ち振る舞い、容赦いたしませぬ。しかしこちらはこちらで爆撃をぶちかましたので、おあいこですね。同弁を含めた1体にはさすがに無理。ここでも輝くのがオーバーブースト。この歴史の真実は何人たりとも消せない。オバヒするときはしっかり車線を切った位置で行うのが鉄則。扱いの難しいオーバーブーストですが、しっかりと状況に応じて扱えれば死ぬはずだった場面を切り抜けたり、逃げられるはずだった敵を仕留めたりできますね。とはいえ扱いの難しいオーバーブースト、機敏すぎる高機動な足回り、緊急回避がなく突っ込むとシュンと消するという特性上、評価を受けてなお、バトーペでも屈指の上級者向け期待なことに変わりはないんじゃないでしょうか。どうでしょうか。爆弾が設置されたのでガン攻めします。爆弾設置されたなら解除に行くかガン攻めするか。中央の高台で設置されたのに待ち続けるのが一番まずいと思いますね。しかしチームとしてはガン攻めと巨爆解除に割れてしまったようで、うまくいってないですな。まあボイチャ繋いでるわけでもないのでしょうがないですよね。どっちも間違っていないと思います。炸裂しまくる 200% 格闘、SER の高機動と高火力格闘に沈め、巨爆解除は無理そうですね。こちらも割と手一杯、巨爆行こうかと思いましたが、スコア的に割と微妙。普通に連携してモビルスーツ落とす方が確実そうなのでそうします。あかん、またバルカンがあんまりない。バルカンリロードし忘れが良くない癖。DJSER のバルカンはそこそこ強力。今ちゃんとバルカンあればねじ伏せれたと思いますな。スコアはかなり接戦。次に繋ぐため少しでも敵のアーマーを削る。カットされますが攻撃姿勢制御で耐える。これが強くなった DJSER。しかしここまで。さて、最後の出撃です。アーマー満タンなことですし私が最前線を張りましょう。まあ、やっぱりこの場合この山を取らせないように時間稼ぐのがいいんじゃないでしょうか。ゼータに切られましたが全然減ってませんね。カスタムパーツのおかげってやつだぜ。あれ味方がいなくなった。もしかして私生贄ですか？スコアが1300ぐらい離れてるので私が落とされても多分逆転しない。イダダダダダダイダスリー。一気で時間稼いで、他が落とされないようガン下がり、確実に勝ちにいってる鉄壁のムーブとも言えますね。最後に欲を出しました。無理してるように見えて、レーダーで私を狙ってる奴がいないことを確認していたのでご安全ムーブ。はい、強化された DJSER でした。格闘中のカットが目に見えて減りとても楽しい機体になりました。それでは今回はこの辺で